わりです。関東風豚骨醤油って言い方が一番正しいジャンルじゃないのかなと思います。600食から700食ぐらいの仕込みはする。鶏ラーメン固めの油少なめです。対応もよく味もうまいです。毎日でも食べれる味。こってりだけど全然食べれちゃう。ラーメンのお客様です。僕は麺が好きです。麺がうまいですね。ありがとうございます。チャーシューは1日どのくらいの量を？1日これが25キロから30キロぐらい。これ肩ロースで、それでもうちょっとしてからもも肉が来るんで、ももも1日15キロぐらいきますね。スチームコンベクションオーブン、温度を管理しながらやってます。これ大体270分を69度でやっています。どのくらい骨の量というか、全部で500キロぐらいは、骨あるだけで多分200キロ近くある。こちらは何になるんですか？今肉作ってる。チャーシュー作った時に出てくる肉汁入れてます。こっちは鶏油を取った時の残り固形物。これとこれはベースのスープなんで、ここでできたものをこっちで作ってる。これがね、雑骨、いろんな部位の骨。これとこれが3番目のスープっていうかありますよね。これが3番目に入るスープ。こっちのが2番目に入るスープ。これが一番メインのこっち。スープを1番、2番、3番って分ける理由ってあるんですか？スープ作りながら営業なんで、継ぎ足しのスープっていう感じですね。最初は薄いスープしかないんで、これだんだん濃くしていくっていうスタイル。こっちは崩れてないのは凍ってるわけじゃなくて、ゼラチンの部分、これは早く溶かしたいだけです。はい。濃いんで中に沈殿物もあって、このまま溶かすだけでは焦げちゃうんです。細かい骨とかも入ってるんで、これが下に固まっちゃって焦げちゃう。見た目が全然違うと思う。こっちはやっぱ崩れちゃうんです。油の量としても全然違うと思う。1日どのぐらいの量を仕込まれるんですか？ここに来るお客さんが大体300人から多い時で500人ぐらい。もう1軒店があるんです。そっちの分の仕込みをこっちでするんで、600食から700食ぐらいの仕込みはする。すごいですね。げんこつですか？そう。この骨だけは結構血が出るんで、ボイルしてから使う。これ前の日の仕込みの時にやってるんで。
れを教えていただいていいですか。6時ぐらいに仕込み入って9時ぐらいまでに仕込みをある程度完成させて、もう1軒の店のスープを取って開店までに持ち帰りのラーメンとかを作る。10時から営業。営業終了後はもう途中で僕は上がるんで、交代で麺上げする人間が来るんで、まあ夕方ぐらいには上がってたり。これが一番ベースになるスープ。これを作ってる。フライヤーとか貼ってあるんですそうそうそう。ラーメンとレゲエまで。皆さんがレゲエが好きなんですよ。そう、その一択だけ。ずっとレゲエが好きなんですよ。大学でね、横浜に行ってそこでハマっちゃったから。大学ではラーメンとレゲエをこれでボイルしてアクを出すというね。ボイルしないでやるところ、こっちの骨はまだそんなにアクがあるわけじゃない。つけ麺のスープ、お店で作って真空で。そうですね、はい、冷凍して。コーンスープとまたちょっと違うんで、だいたい週に1回まとめて作って冷凍にして、ベースは一緒で、それにさらに材料足して、つけ麺っていうとちょっと濃厚な感じに仕上げたいじゃない。いろんな材料足して、そこからまた作っていくって感じで。ああ、なるほど。くらい圧力のこれはね、もう一回やるんだ。もう少し材料足してもう一回やる。大体4時間ぐらいで出来上がります。さっきお湯入れただけです。お湯入れただけのが40分でどれぐらいになったの。ここのやり方でそれをやろうと思ったら本当に時間もかかるし、これ逆に臭みも出ちゃう。長い時間かけてやればやるほど。これで取れるスープなんかは逆に全然癖がなくて、インスタントみたいな。逆に面白みが全くないスープだけど、これでやってるところっていうのは結構あるんで、割と使いやすいスープ。うちだとそこからさらに癖をつけていくというか、濃くしてってっていう感じなんで。ここを出す間に攪拌されて乳化して豚骨スープみたいになる。頭の中の脳みそとか出やすいように。
それは何ですか？地獄ラーメンってあるんですけど、それの中に入れる辛味噌です。手作りなんですね。手作りです。はい。地獄ラーメンで初級、中級、上級、極上ってあるんですけど、これ極上級の時に使う辛い粉なんです。炭が入ってるんで。この中マイナス29度。なかなかのものが揃ってるし、これも真空にする機械だし、倉庫の方にはまだもう1台液体型の急速冷凍機もあるし、最新機を導入された経緯というか流れみたいなのを教えてもらって、見ると欲しくなるっていう、もう単純にそれで使ってみたくなる。普通のお店じゃできないことをやれるかな。持ち帰りのラーメンでもそうだし、保存の仕方でも面白いですやってて。それはげんこつは割った方がいいですか？もちろん、やっぱこの中の髄が一番こういう中の一番味の決め手になってくる。骨使う意味がなくなっちゃう。割と多いのが月曜休みって店や多い、なんでっていうとね、肉屋が日月って休みやりたくても材料が入らないとか保管しとく場所がないって。黒田さんは大きい冷蔵庫があるから、それでも土曜日の配達の後には冷凍庫いっぱいになっちゃうからね。これは明日の朝入れるんで、朝の分を今から入れる。3回ぐらい性能されます。このミキサーが大体25キロ1回なんですけど、それを4回やります今日は。1人前が 200g なんで1回で150食ぐらいできるのかな。1日で大体450食ぐらいは作ります。折り返して合わせるっていう作業なんですけど、これを2回やります。つけ麺の方が太い。はい。ミイラという人が行ってたレゲエのお店の壁に書いてあった絵、あれが基本その絵が描いてあって、あれを描いてほしくて20年越しぐらい頼んでて、そういう絵なんで、あれだけでも見に来てほしいなと思った。横に落書きみたいに書いてあれもかっこいいってラーメンとか4回頼んだらセットと交換でこれなんで、でもその人のデザイン。
勤務されて結構長いんですか？まだ2年とかです。お母様と一緒に働いてるんですか？そうです。働きやすいですか？そうですね、子供がいるんで、保育園の熱が出ちゃったとかの帰る時とかはすごい言いやすいっていうかお休みをもらいやすいですね。お持ち帰り用とトッピングの麺までもう全部小分けにして。落ちちゃうと。はい。飲食店だから。そうですね。娘も今ここでパートで働かせてもらってて、親子2代で使っていただいてます。いらっしゃいませ。ダメポイント。はい。はい。鶏ラーメン固めの薬味多めです。濃いめ多め。なる柔らかめ。はい。はい、柔らかめです。結構前から来られてるんですか？保育園の時から黒田屋さんのお好きな部分って何ですか？毎日でも食べれる味。こってりとはまた違う感じなんですか？違いますね。こってりだけど全然食べれちゃう。お子さんも結構好きですか？大好きです。美味しい？美味しい。ほうれん草増しのりラーメンのり盛りですね。はい。半分ね。のりラーメンほうれん草なんでもないです。のりラーメンほうれん草。初級でごめんなさい。はい、初級ですね。
ごちそうさま。ありがとうございます。出るよ。ラーメン大盛り片目濃いめ。ラーメン大盛りの片目濃いめです。海苔ラーメン片目少なめ。鶏ラーメン固めの油少なめです。あとライスとチャゴがいいですよ。かほちゃんですか。チャーシューご飯のご飯ですね。一人よ。ラーメン2つね。はい、ケイさん。2つ入れます。はい、どうぞ。黒田さんのいいところって何ですか？対応もよく、味もうまいです。ラーメンの大盛りです。熱いので気をつけてください。ごちそうさまです。きますね。ごちそうさまです。全部普通で。はい、ラーメンの身も卵ラーメンの並盛りですね。卵。鶏ラーメン片目から焼き目多めのお客様です。すいません、助かります。熱いので気をつけてください。すいません、助かります。ラーメン並盛りですね。持ってきといて。スープとか麺とかで他店とは違うところとか強いこだわりを持ってる部分とかってなんかあるんですか？スープに関してはお店の個性であると思う。麺に関しては自分のとこで製麺してるんで、いろいろ試してみていい粉っていう感じのやり方をしてるんで、こだわってるというよりは自分たちが食べて美味しいと思う。ラーメン片目濃いめですね。お待ちどうさまでした。ありがとうございます。はい、極上チャーシューネギなしですね。熱いので気をつけてください。最初の子がここが美味しいって言って聞いて、地獄ラーメンのネギ抜きの食お味いかがですか？美味しい。辛くはないんですか？食はあんまり辛くない。ラーメンとかお出しです。ラーメンのジャンルって豚骨
骨醤油って僕言ってるけど、一般の人はよく家系って言われるんだけど、今だと家系っていう人もいるけど、うちは始めた時にはまだ家系って言葉なかったし、僕が習ってきた店も家系とは言ってなかったんで、違うとは思います。若干取り方も違うんですよね。家系とうちの店の取り方だと、関東風豚骨醤油って言い方が一番正しいジャンルじゃないのかなと思います。お願いします。熱いので気をつけてください。濃い味が、はい、好きです。のりラーメン一番さん。結構味が濃い。はい。氷の薬味多めですね。熱いので気をつけてください。ございますね。ラーメン、特盛り、薬味なしライスですね。今まで辛かったこととかってありますか？最初ここに移転する前8年間港の方でやってたんですよ。その時はものすごい、うちの店もバブルみたいな感じでお客さんもすごかったり、ここに移ってからはやっぱお客さんが思ったより来てくれなかったっていうのが大変だったですかね。ここ移ってきてからしばらくは大変でしたね。どうやって乗り越えてきたんですか？頑張ったというか、いろいろ考えてこういう方がいいかなっていうのを試してって、それがうまくはまってったのかなっていうところですかね。薬味なしでお願いします。ありがとうございます。こちらのカート席お願いします。地獄ラーメンから頼しますか？上級ネギなし並盛りですね。揚げネギ、青ネギあります。1の中の中2か。ラーメンほうれん草増し薬味多めです。こちらのお席どうぞ。
固めの薬味多めです。お待たせしました。はい、こっち固めでハーネス。チャンス。ラーメン青森薬味多めです。ラーメン固めほうれん草増しですね、辛さどうなさいますか？ネギなし大盛りですね。固めといめ薬味を。ほうれん草増しラーメンですね、固めです。上級ネギなし大盛り固め濃いめ薬味多めになります。ラーメンの並盛りですね。ラーメン屋を始めたきっかけを教えてください。大学卒業するときにまだバブルだったんですけど、なかなか大学卒業できなかったりとか、周りから遅れていくわけじゃないですか。それで自分でやる仕事ないかなみたいな、大学の時からバイトしてた店があったんで、ここで習おうかなというか、そこの師匠っていうのはね、横須賀出身なのに強烈な中日ファンで、僕がバイト入った初日にもうようこそって感じで、それも縁なのかなと。豊橋にはラーメンあんまなかったし、指導されたお店ってどういったお店なんですか？横浜にある田中屋っていうお店です。お店のこだわりを教えてもらっていいですか？普通のことを当たり前にやるかな。そんなにこだわるっていうよりはもう仕事なんで続けていけるようにやる。シメ大盛りです。いいよ。中茶大盛り、小茶並。チャーシュー麺大盛りです。いただきます。濃いめ。卵チャーシュー固めです。つけ麺食べてもつけ麺が好きなんで。ああ、美味しいですか。すいません、何名様ですか？2名様ですね。どうぞ。すいません。つけ麺のつけだれとほうれん草ですね。こちら程度で気をつけてください。お願いします。1番。微妙、そこまで微妙な。はい。 2.5でいいの？はい、芋ほうれん草。 11に出るよ。いいよ。でこれが11のラーメン並。ラーメンのお客様です。すいません。ラーメン大盛り、油少なめ薬味多めですね。弟からは地獄ラーメン中級白ネギトッピングで呪文が来てました。席のネギは。もうスピードにやっちゃう。もういいですか？これ
唐辛子焼いたやつ、あとは食用の竹炭を入れてる。唐辛子焼いただけでも多少黒いけど、よりインパクト出すっていうか、黒い方がインパクト大きいかなと思います。極大とご飯。極上大盛りです。ラーメン大盛りのお客様。はい、行きます。ラーメン柔らかめ辛めです。2分ぐらいショートでお客様おらして。よく来られるんですか？めちゃくちゃ来ます月1回は必ず定期的に週で連続こともあります。黒田屋さんの魅力って何ですか？僕は麺が好きです。やっぱりそうですね。僕も断然麺はうまいですね。太麺の短さもちょうどいいです。麺はめちゃくちゃうまい。僕柔らかめ頼むんですけど、ここの柔らかめは本当にうまくなりますね。他のところで柔らかめ頼んでもちょっとなんか違うんですけど、ここの柔らかめすごいうまいですよ。お願いしますね。卵チャーシュー麺肉増しの大盛りですね。次はごちそうさま。親子で働いてて働きにくいとかないんですか？それはない。何でも言えるから。仲いいですね。最初に子供連れて、あれも娘で。そうなんですか？私のお姉ちゃん。まず食べてほしい一杯って言いますか？本当にラーメン、基本のラーメンを食べたいですね。ネギチャーシューに特盛り。特盛りです。始めた時のきっかけっていうのはラーメンじゃなくて、ずっと例えばレゲエとか聴いてられるような生き方、割と若いうちにはそういうのを聞いてても年取ってくると聴かなくなる人いるじゃん。そうじゃないためには何がやれるのかなってとこからラーメン屋行ったから、純粋にラーメンが好きで始めたわけではないです。でもやりだしたらハマりまして、面白い。僕ゲームはやんないけど、ゲームにハマる人ってこんな感じなのかなって。朝の仕込みも面白いし、お客さん来てくれて作るのも面白いし、ラーメン屋だけど僕はレゲエが
が大好きなんで、そういう店だと思ってください。ぜひうちに来て外の外壁とか絵とかも見に来てください。なかなかかっこいい店だと思います。ありがとうございます。